エンドゾーン2。紆余曲折あったもののやっと鉄を精錬し鉄鋼業を始めることに成功した我らが白霊号。干ばつ被害も地道な努力で復興完了と思ったらまた干ばつ。でも準備は万端。干ばつ、かかってこいやー。さて人員配置、干ばつモード。前回は干ばつ後にこれ戻すの忘れて、村人ガリッガリになったから戻すの忘れるなよ。あいよ。暇になった村人たちで住宅を、建てまし。食料生産止まってるのに村人増やして大丈夫か？水も食料もアホほどあるから大丈夫、多分かよ。鉄製の工具が供給されてきたので、崩落してる中央の橋の修理に着手。使う予定はない用務員の北の橋。探索が終わってバスがだいぶ暇になったので、干ばつ用非常食を積んで白霊号でスタンバイ。しかし残り干ばつ時間は1分、水枯渇が4分、普通に水余ってるじゃねえか。人口かなり増えてるから心配して備蓄したけどこりゃ多すぎたかな？だな。おっと研究忘れてた、願いの木を、研究開始。周囲の住宅の魅力が上がるあれ。で備蓄を半分ほど残し干ばつ終わったと思ったら今度は疫病ですよ。最高難易度さんが仕事してやがる。発生したのは用務員、ワクチンの在庫が少ないです。支援をお願いします。ワクチンは白霊号にお任せあれ。一応薬局がワクチン配布してるっぽいけど、これいまいち効果のほどがわからんな。日々の健康状態に影響するだけで、疫病には関係ないのかもね。判断に困りますね。おや？白霊号の水があと2分で尽きるとな。また労働者割り当て戻すの忘れてるぞ。ギリセーフ。人災危うく回避。ああ、用務員の労働者が減ってしまいました。ワクチンあっても疫病にはかなわなかったか。鉄鋼用やらもろもろ、労働者増やしてる最中なのに。家を一気に増やしても子供は一人ずつ順番に大人になる仕様なので困りますね。時間が解決するのを待つしかねえな。ヒルズの天然ラテックスが収穫されたので、お次の研究は下流処理場。これでラテックスと石炭からゴムが生産できるようになるぜ。ヒルズの子供が大人になって労働者増加、織物工場を建てまして稼ぐぞー。総人口115人で残りの子供は10人、土地も余ってないしこれから先開発は難しそうだね。建物の配置や産業を見直して最適化するくらいしかできなそうだ。業務ワクチン持ってきたよー。疫病終了とほぼ同時にワクチンの追加が到着。ワクチンは在庫だけでなんとかなりましたが、お亡くなりが14名、遺体の埋葬をお願いします。じゃマリサーヒルズに運ぶね。こらこら。半分はうちで処理するから我慢しなさい。ただいま赤ちゃんが大人になるのを見守り中。白霊号の子供137人。ってヒルズの総人口より多いな。はよ育て、そして働け。労働者が増えんと何もできんし、しばらくは子供の成長を待つ日々になりそうだな。防護服がありません。常に全力で生産しておりますが、相変わらず防護マスクより人が増えるのが早すぎて、できるそばから殴り合いの奪い合いしてそうだ。あんたんとこの布地の生産が遅いんだよ。もっといっぱい布地送ってよ。さあ1000円。遺体と布地、お届けに参りましたこらこれマスクに使うのに衛生管理どうなってんだうっせえな。舌打ちすな。用務員にさらに追加のワクチンをお届け鉄製の工具結構在庫できましたので持ってってください。疫病だったのにご苦労様。研究終わったけど白霊号に工具がまだ届いてないので、お次の研究は鉛採掘場にしましょ。残り研究はあと10個くらいか、終わりが見えてきたな。鉄製の工具を白霊号に持ってくついでにサクッと橋の修理を実施。これでヒルズや用務員から北へ行きやすくなったぜ。銅や鉛が必要になったら進出を計画しましょ。だな。布地が足りなくてマスクの生産が全然追いつかん。そう言われてもこっちも限られた肥沃な土壌で繊維生産してんだよ。工夫でなんとかしろ。簡単と思ってたババアミッションが終わらん。参ったな。人口増加著しい白霊号、食料大量生産の新たな試み、採集小屋を連射植林した森でも採集できるけど、これで食料生産大幅に増えるかは未知数である。漁場の方が生産量は多いけど、採取は工具を消費しないからこれはこれでありだと思うよ。水辺も限りがあるし、人口1000人目指すならこういったのも試していかないとだな。ついでに湖の漁場も限界まで、建てまし。食料と水があれば大抵のことはなんとかなるの精神。餌があれば村人はいくらでも生えてくらこっちの方でも採集できるように開拓しときましょ。どんだけ食料作る気だよ。まあ植林は即時完了とはいかないから早めの行動ってことで。さいですか。食料といえば農場のあるうちが最強じゃね？採集小屋が3人で1分42食料。
でご自慢の農場が5人で90食料。1人当たりで計算すると最終14農場18ですね。微妙。研究すればまだ生産量伸びるし。肥沃な大地がもったいない気がする。疫病からの復興も進んできたので、用務員の小屋を追加で建設します。総人口が120人ですでにヒルズ超えしてる。うちより後に改装したのになんかずるいぞ。有能な執政官がいると違うね100は布地をよこせー。セレブなヒルズになるはずだったのに、搾取されるだけの街になっちまった。最終小屋が完成いい感じに稼働しております。すぐに取り尽くしちまうかもしれんがこれは成功かな？植林木こり石炭が追加して、木材と石炭も同時に生産量増やすのもいいかもしれないね。人口爆増予定だし、暇な奴の仕事にちょうど良さそうだな。暇人は出させん。こっちのスクラップの回収を始めろ。廃墟を撤去してさらに土地を確保して村を拡張するのだスクラップの在庫がいっぱいになりそうでも無駄に回収。村人ニョッキニョキ。村人ニョッキニョキ。埋めよ、増えよ。地に道よ。これで人口400オーバーかな？まだ目標の半分くらいだがだいぶ村もでかくなってきたぜ。今後労働力が有り余ることを見越して、白麗郷に下流処理場を建設だこの施設は家の近くにあると、村人の信頼を損なう模様。村人のご機嫌アイコンのバロメーターが一目盛りくらい下がるな。だらば切り住宅地に入らないようにホイットな。原料のラテックスは肥沃な土壌のあるヒルズで生産し、車で運んで白麗郷で加工するスタイルが確立された。ゴムの生産にはラテックス以外にも石炭も必要なので、効率アップのため石炭窯も建設と。石炭を効率よく作るには木材が必要で、木材を得るには苗木場も近くに欲しく、一つ施設建てるつもりが、効率考えると周囲がどんどん別の施設で埋まってくぜ。布地の生産が遅い、もう待ってられん。新たな土地で私は生産するぞヒルズの数少ないいいところを奪わないでくれ。マスクすらまともに作れない状況じゃ今後が心配なんだよ。私はここで繊維を作る。そんな初期物資は十分に用意し万全の状態で開拓する。速度の遅いキャリアに積み込み先行させて待機させるぞ。白麗郷に集められた物資を解放して一気に開拓するつもりだな。なんかずるいぞ。今後は物資を融通し合って発展する時代、運搬を強化するため車両工場を研究だこれ車が作れるようになるのか、鉄製の工具もあるしたくさん車作れそうだな。そして普通の工具の在庫すらない我がヒルズ。もう、自分の村の面倒はしっかり見てよ。これじゃ魚も取れない、工具と食料をくだせ後で餌持ってくよ。すまんね。鉄製の工具届いたおかげで桟橋のアップグレードが可能に、これで水の生産スピード上がるかな？桟橋たくさんあるからやらなくてよくね？生産速度が上がるならその分他の施設に回せるでしょ。ある。さて追加のスクラップ工場を建設。この辺のスクラップどかすだけで、うちの農場と同じくらいの土地が確保できそうだな。人口1000人のために地道に土地を確保するのだ。スクラップ工場とリサイクラーの建設を眺める日々。水と食料の生産が安定したことで、生活にもだいぶ余裕ができてきたな。災害は怖いけど今のところ割となんとかなるしね。マリサー、餌だよ風被害出る前で助かったぜ。この手の運搬もルート設定できるから、車が増えたら自動化したいね。自動で白麗郷から飯が届くのか、これはニート生活ができそうだぜ。いや布地とラテックスの生産が止まったら餌も止めるからね。食料を抑え労働を強いるとはこの下道め。働け。そんなこと言われてももう村の子供も残り3人だし、現状の施設すら人手不足で完全稼働はできねえよ。建物隙間ぎっちりで建て直すとかしないとかな？浴場ついでに建てようぜ。ここにそんな土地ないよ。原子炉の放射線は封印したけど土壌汚染は蓄積しそうだし、未だマスクもろくに準備できなくて今後が不安だよ。最高難易度だと消費量も多いから、この辺はかなりシビアなのかもしれんな。では未来の不安に打ち勝つ希望、肥沃な土壌のあるセクターに、入植開始だ目的地までの食料の消費を抑えるため、住民は移動速度の速いバギーで移動してもらうぜ。車両工場の研究のアンロックとともに、移住者を乗せたバギーが到着。研究完了に気を取られ変な場所に荷物の集積場を建設。あやべミスった。さて気を取り直してタウンセンターを湖の隣に建設。さあここが新しい村の中心地だ。今からこの地の名称は白麗高原とする。まあ他のセクターも全部丘状の地形だけどな。ここでは繊維等の栽培をするので、
草っぽいアイコンを採用だヒルズの繊維量が奪われちまう。では繊維を栽培し、マスクを増産するため新たなセクターに入植したところで今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。元気の源です。無事干ばつを乗り越え順調に成長を遂げた白麗号。しかし防護服の在庫は常にカッツカツ。果たして荒ぶるであろう汚染の脅威に立ち向かえるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。